人間は何度も生まれ変わっています。このチャンネルでは生まれ変わりの真実について数多くの事例を紹介してきました。今回は20世紀最大の奇跡の人とも呼ばれたエドガー・ケイシーの前世リーディングをもとに生まれ変わりの秘密の真相に迫りたいと思います。エドガー・ケイシーとは何者なのか。エドガー・ケイシーは20世紀に活躍したアメリカの霊能者です。眠れる預言者とも言われ、眠りながら語るリーディングという霊能力によって多くの人の相談に乗り、悩みを解決してきました。彼が行ったリーディングの数は記録に残っているものだけで1万4000件以上、それ以外も含めると2万件以上と言われています。しかし彼の本職は霊能者ではありません。普段は写真館を営んでおり、日曜日は教会で子どもたちの先生をしていました。町の写真家であるケイシーがなぜこのようなリーディングを行うようになったのでしょうか。ケイシーは23歳の頃に声を出すことができなくなる失声症という病気になってしまいます。どんな治療を受けても治る見込みがなかったのですが、催眠療法だけは有効であることがわかります。ケイシーは15歳の頃にも自分の病気を催眠状態によって診断したことがありました。その事実に興味を持った地元の催眠療法研究家のアル・レインという人物の勧めで、ケイシーは自分を催眠状態にして病気を診断することにします。ケイシーは横になった状態で催眠状態に入ると、自分の失声症の原因を自ら語り始めました。 Yes, we can see the body. In the normal state, this body is unable to speak due to a partial paralysis of the inferior muscles of the vocal cords produced by nerve strain. 多くの人が見守る中、ケイシーはその場で自分自身の失声症の原因を突き止め、見事に治してしまったのです。これが彼にとっての初めてのリーディングとなり、この出来事をきっかけに他の人のリーディングも行うことになったのです。最初は病気や体の不調の原因を突き止めて、その治療法を明らかにしました。これはフィジカルリーディングと呼ばれています。ケイシーのリーディングの中でも一番件数が多いのがこのフィジカルリーディングです。ケイシーはリーディングのたびに長椅子などに横たわり、一種のトランス状態に入りました。リーディングの対象者が目の前にいる場合もありましたが、手紙で遠隔のリーディングも受け付けており、対象者の名前と生年月日、その人がどこにいるかが分かればリーディングを行うことができました。ケイシーは催眠状態に入っている最中の記憶がなく、リーディング中に自分が語った内容を全く覚えていませんでした。リーディングの言葉の中には医学的な専門用語など、普段のケイシーの知識を超えた内容が数多く出ていました。リーディングの通りに処方したところ、病気が治り、医師が驚いたという記録もあります。例えばエドガー・ケイシーの長男ヒューリン・ケイシーの目を治してしまった事例があります。ヒューリンは幼い頃、写真フラッシュの火薬を誤って顔の前で爆発させてしまい、目を焼いてしまいました。病院で治療をするものの容体は悪化し、医師は片方の目を摘出しなければならないと告げます。ヒュー・リンの要望によってケイシーはリーディングを行いました。医師の立ち会いのもと行われたリーディングでは、目を摘出しなくても治る見込みがあると分かります。15日間暗い部屋で過ごし、担任さんに浸した包帯を目に当てれば必ず良くなるというのです。医師の意見では、担任さんは目に当てるには強すぎるとのことでしたが、どちらにしろ目は摘出しなければならないほどに悪化していたため、この治療法を行うことになりました。その結果、ヒューリンの目は見えるようになり、その後何の障害も残らなかったのです。これは知識のある医師の治療法ではなく、
無学のケイシーが治療をしてしまったという事例です。またもう一つの事例としてこんなものがあります。手紙による依頼を受けたケイシーは遠隔でのリーディングを行いました。手紙の内容は全身の健康状態をリーディングしてほしいというもの。ケイシーのリーディングによると、対象者の体は排泄機能に支障があると見受けられ、その原因として第10、第11、第12胸椎に圧迫が起きているとのことでした。翌月、対象者が X 線検査をしたところ、ケイシーが言った通りの3つの胸椎に障害があることが発覚します。人間の体に椎骨は全部で33本ありますが、医療知識のないケイシーが対象者に会うこともなく、問題のある部位を正確に言い当ててしまったのです。このようにケイシーのリーディングには科学的には説明のつかないものが数多く存在し、これらのことからケイシーのリーディングは本物であると考えられています。エドガー・ケイシーのライフリーディング。46歳の頃、ケイシーはその人の前世、生まれ変わりの歴史を明らかにするライフリーディングができるようになりました。ライフリーディングで前世を見ると、今の人生での自分の性格や境遇、苦難の意味などが分かりました。記録に残っているものでもライフリーディングの件数は約2500。自分の前世を知りたいという問い合わせは相次ぎました。ケイシーは日曜学校で子どもたちの先生をするほど敬虔なクリスチャンで、キリスト教では前世や生まれ変わりの教えがないため、最初自分がリーディングで語った内容が信じられないほどでした。起きている時には生まれ変わりを否定し、ひとたび眠りにつけば前世のことを話し始めるという状態になったのです。ケイシーのライフリーディングは大きく分けて2つ。前世の長所や強みを見るものと、前世で犯した罪、カルマを見るものに分かれます。ある14歳の少年はケイシーのライフリーディングによって隠された潜在能力を発揮することができました。彼はフランスのルイ13世の時代にニールという名前で生まれ、王様の衣服を選ぶことに長けていたという前世など、優れた医療品に触れる機会を多く持っていました。ケイシーのリーディングはこうした前世での経験を踏まえて、少年に医療品関係の仕事を勧めました。しかし本人は興味が持てず、初めは新聞配達の仕事に就きます。しかし転職を考えた際に再びリーディングを受けると、同じように医療品関係の道を進められました。そして姉の知り合いが経営する衣服メーカーで働き始めます。その仕事に就いた途端、彼は才能を発揮し、たった1年で優れたセールスマンとして大成功を収めます。2年後には最年少で重役に昇進しました。ケイシーのリーディングがなければ、彼は自分の才能を発揮することも成功を収めることもなかったでしょう。また彫刻会社で働いていた若き青年ジョンは、自分の創造性を発揮できないことに苦しんでいました。リーディングでは彼は前世においてエジプト、ギリシャ、ローマで繰り返し壁画デザインの仕事に携わり、寺院や公共の建築物などさまざまな業績を残したという過去を持っていたことが明らかになりました。リーディングはこの前世を踏まえ、彼が創造性を発揮するために現代美術に加えてフェニキアやエジプトの美術を学ぶように進めます。ジョンはそのアドバイスを受け入れ学び始めました。すると所属していた財団からヨーロッパで美術を教える機会を与えられ、帰国後も芸術家として活躍をしました。このように前世での人生の経験がその人の強みや長所を築いたり、こういうことをしたいという魂の衝動、うずきにつながっているのです。長所ではなく短所や犯した罪を償うために苦しみを経験しているというパターンもあります。看護師は離婚をして
女で一人で子供を養うため、住み込みで通常の2倍もの給料をもらえる仕事をしていました。患者は57歳の知的障害者の男性でした。この男性はとても手のかかる患者で、人に危害を加えることもあるので、鉄柵に囲まれたベッドで生活していました。自分の衣服をちぎって投げたり、食事をするのも一人ではままならなかったのです。ステラはそれでも必死に世話をしようとしましたが、ある時この男性をお風呂に入れようとすると、突然吐き気を催すほどの嫌悪感に襲われました。彼女は仕事を辞めたいとまで考えるほどに思い悩みましたが、子供とお金のことを考えるとやめられません。そこでケイシーにリーディングを頼みます。リーディングによると、ステラとその知的障害のある男性は前世で2回会っていることが判明します。一度はエジプトで男性がステラの息子だったことがあるということ。しかしステラが嫌悪感を覚えたのはエジプトとは別の時代の経験によるものでした。2人は別の時代にも中東で一緒に生まれ、男性はその当時人々から尊敬される裕福な慈善家でした。彼は一方でハーレムを持ち、若い女性を何人もはべらせていました。ステラの前世はその女性たちのうちの一人でした。この時の嫌悪が今世でのその男性に対する嫌悪につながっていたのです。男性が知的障害を持って鉄柵の中で生活をしているのもこの時代のカルマの報いでした。ケイシーはリーディングで、ここで解決しなければ2人の関係性が生んだカルマは来世まで持ち越しになると告げます。そしてステラに愛を持ってその男性に接するように言っています。ステラは困難を覚えながら必死に愛情を注ぎました。長い時間はかかりましたが、徐々に男性の様子が変化し始めました。ステラの言うことを聞き、食事も拒まず、衣服をちぎることもしなくなったのです。ステラの愛情が彼に伝わったのです。やがて男性は亡くなりますが、2人はこの経験を通して安らぎを手に入れました。また、生まれながらに盲目のある大学教授は、リーディングの結果、盲目の理由が前世にあったことを知ります。彼は紀元前1000年頃のペルシャに蛮族として生まれ、熱く焼けたコテで敵の目を何度も潰しました。そのカルマで目が見えない人生を送っていたのです。最終的にリーディングが示した治療法によって彼は視力を回復させました。ある18歳の少女は脳下垂体の異常で肥満になりやすいという体質がありました。リーディングによると、彼女は前世においてローマのスポーツ選手でした。当時の彼女は美しい見た目で身体技能ともに優れていました。しかしそれを鼻にかけ、太っている人や要望に恵まれない人たちをバカにしていました。そのカルマによって今度は自分が肥満に悩むことになったのです。こうしたリーディングは、生まれ変わりには前世のカルマを今世で刈り取るという意味があることを示しています。かつて人を傷つけた人、加害者になった人は、今度は自分が傷つけた相手と同じ立場になり、痛みを味わいます。それによって人の心というものを身をもって学んでいるのです。しかしこれは神様が意地悪をして人間に罰を与えているわけではありません。人間は自分の魂を成長させるために、生まれる前に人生計画を立てて生まれてきます。その計画には、生まれ変わるたびに伸ばしてきた自分の長所を人のために役立てるというものもあれば、自分の欠点、短所を改めるためにあえて厳しい人生を選ぶ場合もあります。人生は舞台のようなものです。役者は劇の演目が変われば違う役を演じます。同じように人間は生まれるたびに立場を変え、さまざまな経験を積んでいるのです。苦難を乗り越え輝く人生を送るために、普通人は自分の前世を思い出すことはできません。では私たちは
生まれ変わりを知った上でどう生きていけばよいのでしょうか。これに対してケイシーはリーディングでこのように語っています。一つ目は自分の人生の目的、理想を定めよということです。具体的には一枚の紙に肉体的、精神的、霊的の3つの項目を作ります。そしてそれに基づいて自分にとって理想的な精神状態、肉体状態を書くように進めています。そしてその理想に近づくためにどうしたらよいかを考えてみるのです。その理想の方向は人を傷つけたりするものでなく、他人への奉仕、世の中を良くしていく方向であることが大切です。理想に向けて何かを実践する場合は、遠くのものでなく、まず手近なものを利用して始めることが大切であるとケイシーは言っています。私たち人間は繰り返し転生する中で作ってきた強みがあります。あなたが興味を持ったり、こうなりたいといううずきがあれば、それはあなたの魂が持つ強みに関係している可能性が高いです。2つ目は、困難を解決する答えは自分の中にあるということです。ケイシーはリーディングの中で聖書の言葉を引用し、蒔いた種は刈り取らなければならないと繰り返し述べています。人生におけるすべての問題は自分が引き起こしたものであり、自分で償うべきだという自己責任の考えを説いているのです。人は何度も生まれ変わってはこの世で新しい人生を送っています。その一回一回の人生にはそれぞれ意味があるのです。幸福の科学の大川隆法総裁は、人生の意味、中でも人生の苦難や困難が持つ意味について次のように述べています。人生最大の苦難、困難の中にある人は、それこそが今世あなたの魂の磨きとして用意されているところの人生の問題集の中の一番大事なことであって、それを避けて通っては今世の修行は相ならんと言われているわけです。各人はそれぞれの魂に合っただけの問題集を与えられているのです。それ以上でもそれ以下でもないのです。どのような問題が降りかかってきても、それはあなたに解ける問題であり、またあなたにしか解けない問題であるのです。それがまさしく目の前に現れてきた。これは私の人生が一体どういう人生であるかということを教えてくれているということです。自分の魂修行の目的が今世はどこにあるかということを教えてくれているのです。その魂修行を終えた人には、そういう問題集は出てこないのです。違った問題が必ず出てくるのです。その人がまだ解決していない問題が出てくるのです。人生で現れる問題、苦しみは魂を磨くための砥石です。神は乗り越えられない試練は与えないという言葉もあります。この経験を通してあなたに何かを学ばせようとしているのです。本動画を通して皆さんが人生の苦しみを乗り越え、より良い人生を生きていけますようお祈りしています。ご視聴ありがとうございました。